はいどうも皆さんこんにちは。今回は昭和時代、特に戦前についてお話ししていきます。今回の動画で扱う範囲は昭和時代が始まる1926年から日中戦争が始まる1937年までです。この頃の流れは政党が政治の主導権を握っている政党内閣の時代から始まりますが、五一五事件によって政党や軍部などの様々な勢力が主導権を握る挙国一致内閣の時代となり、226事件によって軍部が政治の主導権を握るという流れです。今回の動画で政党から軍部へと政治の主導権が移っていく様子を確認していきましょう。昭和時代が始まった頃、選挙で最も得票数が多かった政党の党首が総理大臣に選ばれていました。例えば当時の政党といえば立憲政友会と憲政会が有名ですが、選挙で立憲政友会の得票数が多い時には立憲政友会の党首が総理大臣になっていたし、憲政会の得票数が多ければ憲政会の党首が総理大臣になっていたのです。このように衆議院の議席の過半数を占める政党の党首が総理大臣となる制度を政党内閣制と言います。つまり昭和初期の政治情勢は立憲政友会と憲政会が競い合って勝った方が政治の主導権を握るという状態でした。そんな立憲政友会と憲政会はお互いに考え方が違っており、国内向けの考えとしては立憲政友会は国民が政治に口出しするのは良くないという考えが強く、民主主義に否定的。憲政会は国民が政治に参加すべきだという考えが強く、民主主義に肯定的な傾向があります。反対に国外向けの傾向としては立憲政友会は国際社会と協調すべきだという考えが強く、平和主義に肯定的。憲政会は武力を使ってでも権益を守るべきだという考えが強く、平和主義に否定的な傾向があります。こうなると立憲政友会が選挙に勝てば民主主義に否定的で平和主義に肯定的な政治が行われ、反対に憲政会が選挙に勝てば民主主義に肯定的で平和主義に否定的な政治が行われるということになり、政治は不安定になってしまいます。しかも2つの政党は自分たちが政治の主導権を握るために手段を選ばなくなってきます。相手に不利な噂話や疑惑を見つけてきては、向こうの政党はダメだと言って足の引っ張り合いをするようになり、選挙に際してはお金で票を買うようになります。国民の中には政党による政治は腐敗しているという考えが広まっていき、新しい政治を待ち望む空気が充満していきました。そのような政治の腐敗は命を懸けて日本のために戦っている軍から見ると耐えられません。特に満州に駐屯していた日本軍のことを関東軍と呼ぶのですが、彼らは我々は国家の安全保障のために命を懸けている。それなのに政党は選挙において金をばらまき、敵味方に分裂して争っている。政党には期待できない。そう考えるようになりました。こうして軍部は政党に対する不信感を強めていき、国家改造を目指すようになっていきます。国民の中にはそれに期待する人々も現れました。一方、この頃の中国では今まで他の国に奪われた権益を取り戻そうという活動が始まっていました。こうなると関東軍は焦ります。なぜなら満州は元はといえば中国のものだったからです。このままでは満州が危ない。しかし政党は頼りにならない。軍事力を使ってでもこの危機を脱しよう、そう考えるようになりました。こうして関東軍の中の少数の参謀が南満州鉄道の線路を自ら爆破して、中国側が鉄道線路を爆破したと発表して、直ちに軍事行動を起こし南満州を占領。満州を中国から切り離して新しい国を作ろう。そしてその国を日本の勢力下に置こう、そう考えるようになりました。こうして始まったのが満州事変です。しかしこの事件は関東軍の独断によって進められた事件。日本政府からすると予想もしていない出来事でした。日本政府は事変はこれ以上拡大しないということを国内外に発表し、どうにかして関東軍の行動を抑えようとしましたが、関東軍はその命令を無視。数日のうちに南満州全域の占領を完了したのです。こうなると中国は黙ってはいられません。我々は鉄道線路を爆破していない。日本の自作自演だ。そう主張して国際連盟に調査を依頼しました。こうして満州事変は日本と中国の問題から国際的な問題へと一気に拡大。その実態を調査するために国際連盟は調査団の派遣を決定します。これを受けて関東軍は先手を打ちました。
調査団が到着する前に既成事実を作り上げよう、そう考えて独立国家を作り上げます。こうして建国されたのが満州国です。建国の経緯からわかると思いますが、独立国家というのは名目上での話であり、満州国は事実上日本が支配する国家でした。このような関東軍の行動を見て、当時の日本の総理大臣犬養毅は、満州国の承認を行わない、日本は領土的野心を持たない、国際協調を目指すという方針を取ります。この方針を受けて軍部は、政党政治はダメだ、現状を打破するべきだと考えて実力行使に出ました。こうして起きたのが五一五事件です。この五一五事件により犬養毅は射殺され、政治情勢が大きく変わります。総理大臣が殺されたとなると、次の総理大臣を選ばなければいけません。しかし、もしもここで政党から総理大臣を選べば、第2、第3の事件が起きる可能性がありました。もはや政党内閣を存続すべきではない。そのような考えから政党から総理大臣を選ぶことは断念。政党内閣制に終止符が打たれたのです。では、政党内閣に続いてどのような内閣が成立するようになったのかというと、挙国一致内閣が成立するようになりました。国を挙げて一つに至るという意味の挙国一致内閣ですが、実態としてはその意味からかけ離れており、政党、軍部、官僚などの各勢力が内閣を組織するという寄せ集め内閣というのが実情でした。この挙国一致内閣は様々な勢力がいる分、様々な対立を抱えており、常に崩壊の危機を伴っている不安定な政権となっていきます。一方、国際連盟が派遣した調査団が調査を終えて、その結果が発表されました。その内容は、満州事変における日本軍の行動は不当である、満州国建国は日本の軍隊によるものであるという内容だったのです。しかし、すでに満州国を作り上げているし、日本の国内世論は満州国を認めないような提案は断じて受け入れられないというものでした。こうして日本は後に引けなくなり、国際連盟を脱退、国際的な孤立への道を歩んでいくことになりました。そのようにして力をつけてきた陸軍内部では、現状維持勢力に対する不満がさらに強まっており、現状維持勢力を排除して天皇新政を実現するという考えが広まっていました。この考えのもと、陸軍の青年将校たちが決起します。226事件です。この事件により政府上層部の人々が襲撃され、中には命を落とす人もいました。結局反乱は鎮圧されましたが、事件後にはさらに陸軍の発言力が強まって、これ以降陸軍が本格的に政治の主導権を握っていったのです。さて、そんな軍部が考えていたのは、ソ連、アメリカ、イギリスに対抗しなければならないということでした。なので日本はそれらの国へ対抗するためにナチス率いるドイツへ接近していきます。こうして調印されたのが日独防共協定です。後にこの協定にはイタリアが加わり、第二次世界大戦につながる枢軸国陣営が完成します。こうして日本は戦争の時代へと突入していくことになるのです。